Hey everyone, this is Grasshopper James, and to commemorate the upcoming release of Shadows of the Damned Hella Remastered, we thought we'd do our second ever Hoppers Direct. So here it is. Hoppers Direct, the Shadows of the Damned Hella Remastered Special. And this is all going to be in Japanese from here on out, so for all you English speakers out there, we hope you enjoy subtitles. それではまずはこの方をご紹介しないと始まりません。須田51です。グラスホッパーの須田です。シャドウ・オブ・ザ・ダムドのですね、オリジナル版は、エグゼクティブディレクターをやってました。そして今回シャドウ・オブ・ザ・ダムドヘラリマスターはですね、エグゼクティブプロデューサー、なんかエグゼクティブが多いんですけども、はい、そんな役割をやってます。よろしくお願いします。では続きまして、本日のスペシャルゲストをお呼びしましょう。言わずと知れたバイオハザードの生みの親であり、世界を代表するゲームクリエイターの一人、三上真司さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ須田さんのためならありがとうございます。頑張ります。ファックスは来てくれませんでしたね。待ってましたよ。1週間アメリカ嫌なのよ。ですよね。1週間が嫌っていう理由って、現場のゲーム作りに集中したいから。そうです。です。皆さん8月にゲームズコムがあるんですよ。はい。ドイツで。はい。どうでしょう、スケジュール的には。この場で聞くこの場で。これもちゃんと実地取っちゃいますからね。それ以外のことに協力できることあれば、はい、ぜひ。おかげさまでブースの行列が全然途切れることなく。そうなんですよ。めちゃめちゃ盛り上がって、三上さん来てくれなかった。なんか肩身が狭いです。でもよかったです。よかったです。はい。本当4日間なんですけども、ね、ジェームス一度も。いや、もう途切れること一度もなかったんですね。はい。ということで、先日のパックスの様子をちょっと、見てもらおうと思いまして、映像を用意しましたので。そうですね。ぜひ三上さんにもね、見てもらいたいので、ぜひ、はい、見てください。ちょっとご覧いただきましょう。Yes, yes, okay. Great. Alright, let's take a seat here. How many rings are there? There was advertised as 6. 5 left. Yeah. Hi. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Oh, hi, shit. nice to meet you. What's up, man? Dreams into reality. Great moments. One of the greatest moments of my life. You're perhaps my greatest hero. I love your work. As you can, I mean, I'm wearing everything inspired by you. I would have gone with Coyote, but it was too cold. If there's anything possibly in the future at all related to Killer 7. もし何かできるのとしたら、シークエルとかじゃなくて完全版みたいなものはちゃんと作りたいかな。シナリオが3分の2ぐらいカットしたんで。俺のせいだ。スケジュールです。I would love that very much. That would be fantastic. パックス最終日終わりました。今ちょうどね撤収してますよ。4日間もうずっとブースにはたくさんの人が来てくれて、多分一度も途切れてないんじゃないかな。たくさんのファンの人たちが土曜日と日曜日サインだったりとかみんなと話をしたりとか、やっぱりパックスはねこれがいいんですよ。ゲーマーのみんなとファンのみんなと直接会えるっていうのがもう最高でしたね。ただ残念なのは去年の夏に三上さんと食事した時に三上さんもパックスに来るって言ったんですね。一緒に行きましょうよパックスイーストって言ったら「ボストンですか?」とか「いやでもいいじゃないですか、一緒に行きましょうよ」って言ったら「じゃあ須田さんが言うなら行きますよ」って言ったのに、今年になって電話したら「いやちょっとアメリカ行きたくないです」ひどいな三上さんということで、皆さん分かってますよね。次のダムドの特番にはぜひ出てください。お願いしますよ。はい、ありがとうございます。皆さん来ていただきまして、いやー、なんか途中まですごい良かったな。お客さんと触れ合ってダムド盛況でいいなと思って、オチがきつい。でも本当にすごい盛り上がってました。はい。でもよかった、それは。なんかちょっと半分しか今頭入んないですけど、断ったらこういう目で会うんだ。1泊2日だったら行きます。あ、本当ですか。はい。1泊2日。一泊じゃあ一泊だけはする感じですね。はい。あ、皆さん聞きました。パックスウエストがですね9月にあります。はい。シアトルです。ボストンよりも近いです。それで1泊を強調したんですよね。そうです。はい。1泊3日になるから。1泊3日。それはドイツは？ドイツはですね、ゲームズコムなので、4日間あるんですけども、1泊3日はきついかもしれません。ドイツはでも一応僕は2日間いるつもりなので、はい。
どっちか行きますね。あ、本当だ。やった。ああ言っちゃっやりた。ましたよ。ぜひドイツ行きましょうか。また具体的にちょっとスケジューリングご連絡させてもらいます。はいはい木村さんよろしくお願いします。ごめんなさい、ちょっと映像編集じゃなくなっちゃってごめんなさい。はい、次行きましょう。パックスはこれは特に楽しかったなとか見てておもろかったなとかっていうのって何かありました？まあでもやっぱり久々にコロナ明けていわゆるこういうゲームイベントに出るのも久々だったので、やっぱり直接ファンの皆さんと会うと、やっぱ応援してくれる人たちがファンの人たちがいるんだなっていうのを実感するので、やっぱ今作っているプロジェクトもそうなんですけども、この人たちに向けてまたね新しいゲームを作らなきゃいけないなっていうのはね感じましたね。はい、やっぱり会えることが一番嬉しかったですかね。はい。いやもうグラスホッパーファンの方々って本当にいやみんなすげえ優しいなって、そうなんですよ。いや本当にありがたいなってうちのファンベースは結構皆さん優しくてありがたいです。はい。結構ね古いゲームでそのまた一回りしてなんかこうね魅力が出てきて、そうなんですよ。食いつくお客さんもいるかもしれないっていう、はい、それちょっと嬉しいですよね。嬉しいですね。はい、やっぱり当時遊んでくれたダムドが最高に面白かったっていうくれる人たちもいましたし、まあ、パックス見て初めてこのゲームを知ったっていう人たちもいてですね、やっぱり若いゲーマーとかに届けられる今回いい機会かなと思いました、はい、すごく。ということで、話がつきそうにないのでシャドウ・オブ・ザ・ダムのヘラ・リマスタードの、新トレーラーをここで、ぶち込みたいと思いますんでぜひご覧ください。The bullet train is here, Hell Monkey. By the way, Hotspur, how is your dear sweet Paul?内容となっております。よかったですね。皆さんいかがでしょうか。正直懐かしいなっていうのと、こんなにアクションのテンポ速かったなかなと思ってて、ちょっと今ちょっとこう、テンポ感の速いやつって、全体の中ではこうねゲームの中では割とこう減ってきてるんで、傾向的にですよね。ちょっとなんかこのテンポって小気味いいなと思いましたね。須藤さんはどうですか？ニューゲームプラスが当時
三上さんも僕も入れたかったんですよ。それが入れなかったのがすごい心残りだったので、今回の目的の一つはニューゲームプラス、絶対に入れるっていうのが必須だったんですね。それが皆さんにお届けできてよかったです。当時ニューゲームプラス入れられなかったっていう理由は何だったんでしょうか？僕当時現場から言われたのは、多分処理落ちが発生すると後半の武器ってエフェクトとかすごいんですよ、なんであれを最初から持っちゃうとメモリーがリークしちゃうっていうのがあって、でも今回いろいろ移植して発覚したことがたくさんありまして、初期のボスとか敵があるじゃないですか、で後ろの方の武器だと全く判定を持ってなかったりとか、全く対応してなかったんですね。それを全部付け直しをしてですね、結局その、細かい話になると、そのこの武器で序盤でっていう、このぐらいの強さでってこの敵でっていう、で決まってますからね。じゃあ9勝を打つと倍率なんぼっていう時に、一律で10の値をこうやってればいいんですけど、そしたらパラメータ変えるだけで全部影響するじゃないですか。でボスって大体1人ずつ作ってるじゃないですか、担当の人が。そうするとそこのバランス取るために攻撃力を単体で調整するんですよ。そうするとそれが連携してないから、だからこれはこれ専用って作りになるから、最初のやつは対応してないっていうのはそれすごいわかります。ですよね、そうなんですよ。それでボス戦ごとにちょっと違うじゃないですか、チームが。なんでもう対応なしみたいな感じで切ってましたね。若干手間ですけどよくやりましたね。そうですね。そこを今回頑張って、もちろんニューゲームプラスで全て遊べるように、作っております。じゃあ1周目のその武器は全部使えるっていうことですよね。それ楽しいですよね。そうなんですよ。キャラクターデザインとかも林田久さんに担当していただくっていうことになった経緯としてはどんな感じだったんでしょうか？僕自身ドローヘッドを読んでたんですね。で、知り合いの方がQさんとつながっていて、Qさん自身もゲームキャラクターデザインをしてみたいっていう、ゲーム好きな方なんで、そういう話もあって、じゃあぜひというので、こっちのメインどころといいますか、ガルシア側はうちのノーマル君がデザインをしてたので、じゃあ敵型は全部林田Qさんで、ノーマル VS 林田Qみたいな、こういう構図ができるといいなと思って、Qさんにお願いして、今となっては本当貴重な、キャラデザイン。そうですよね。だから当時インパクトだいぶありましたね。ありましたね。グロいわ、インパクトあるわみたいな。そうですね。なんキャラクターデザインでは出てこないようなキャラがやっぱ仕上がってくる。そうですね。Qさんって生なんですよ。生原稿なので手書きなので、いやもうなんかもうファンとして嬉しかったですけどね。家持って帰りたいな。ちなみに衣装で三上さんなんか気になる衣装ありました？思い入れのあるその裸のガルシアですね。その序盤しかやっぱり出てなかったんで、すぐ服着ちゃうじゃないですか。それはそれでかっこいいんですけど、ガルシア本来の魅力って言ったらやっぱそのワイルド感とかちょっと狂った感とか、そこがあったんで、その入れ墨をずっともうちょっと長く見たいなって。そうですね、ずっと見れますからね、体中。そうなんですよね。だからそこ推しですかね、僕は。もともとのその暗闇って、もっとワイルドな原始的な。そうですよ、初期は裸で松明をこうやって持って、ランタンですが松明かなんか持ってて、あそこも好きだったんで。今おっしゃってたその暗闇っていう企画からダムドにこう変化していったっていう経緯についてちょっと教えていただけますか？もともとキラー7終わった後に三上さんに企画を次これ作りたいですって言って店に行ったのが暗闇なんですよ。で見ていただいてすごい気に入ってもらってですね。そうなんですよね。で僕個人はすごいこれいいなって作品としてっていう、作品としてすごく魅力的なものになる可能性がすごい高いけど、その売り上げとかそういうビジネスの話として、そこは時代、どうなんかなっていうところでお断りはさせてもらったんですが、やっぱりいつかこういうゲームが日の目を見る機会、チャンスがあればぜひともその時は一緒にやりましょうっていう約束をしてっていう、そこがあったんでつながった感じですかね。その後にしばらく経ってから三上さんにもう一度店に行って、やっぱやりたいですねってもう一度言っていただいて、そうですね、そこからプロジェクトは本当にグッと動き出して、それこそ EA と契約をする前に三上さんと僕と、あとは当時 CAA というエージェントが絡んでたので、あとは今セガの社長さんやってる内海さんだったりとか、10日間ぐらい三上さんも一緒にアメリカツアーを
しましたね。そう一緒にしてもらってですね、営業ツアーしましたね。営業ツアーしました、ははい、もう本当いろんなパブリッシャー回ったんですけども、まあその時の出張が楽しくて楽しくて、いやめっちゃ楽しかったですねあれね。すごい楽しかったです、はいもうずーっと2人でギャグ言ってるんですよでずっと笑ってくれる当時の通訳の直子さんという人がいて、直子さんゲラゲラ笑うんですよで内海さんとか苦笑いしててで CA の女性スタッフとかすごい怒ってて僕は嫌われましたね。ジェナ車の中でもジェナが運転してるんですけど、ずーっと僕らずっと騒いでそうゲラゲラ笑ってだから僕らは楽しかったけど運転をなかなかしてる人からするとまあこいつら芝居たるわみたいな。多分そうだったんですよね最後空港まで送ってくれたはいいけどこちらのメンバーが何か言ってそうそうそう帰ったら「I call you I call you I call you」って俺の時だけ「I don't call you」っていいコンビになっててそこオチでちゃんと三上さんをね使ってたとジェナがそういう感じで本当一瞬が楽しかった。楽しかったですね。だからその、はいやっとこの暗闇が、はいはいスタート切れるんだっていう、はいとこもあってですね。まあ本当三上さんが本当に一緒に行ってくださったおかげで、やっぱ本当さまざまなね当時のパブリッシャーがみんな興味を示してくれて、結構だからね最後あれなんですよ。EA だけじゃなくて他のパブリッシャーも実は手を挙げてくれてたんですけども、最後 EA が落としてくれた感じですね。そうですね、パックスの時にお話ししてましたね。三上さんとのロードトリップっていうのがガルシアとジョンソンのそのまあバディ性にちょっと似てるなっていう。そうシナリオ書いてる時にジョンソンがいっぱいこう喋ってくるんですよね。その感じはなんとか三上さんを思い出したからちょっと考えたところあれ俺結構やかましかったよね。やかましかったんですけど、ずっと喋ってるよね、はいずっと喋ってます。はい。うっせえなと思ってましたけどランドの舞台となるっていうのがまあ地獄っていうことで、イメージってどこからインスピレーションを取ったんですか？暗闇がベースなのでチェコだったりとかあの辺の東欧の街というのがベースに最初はあったんですよね。だからそういう東欧の街並みの中で、まあ、主人公が入っていってでそこでいろんなことが起こるというのがベースだった。最初は地獄じゃなかったんですよ。やっぱり暗闇ベースだったので、それがだんだんシナリオを変えていくうちに最後地獄になっていった感じですね。そうですね、最初は地獄じゃなくてその暗闇ベースのそのカフカの城っていうところがちょっとモチーフにあったんで、その得体の知れない、古いヨーロッパの街並みっていうところに主人公がまあ呼ばれて巻き込まれてっていう、でどんどん謎を解き明かすみたいな割とこう雰囲気のいい感じ、それをこう引っ張った中でだんだんこうゲームがやっぱアクションだっていう話に誰かさんに言われて、アクションゲームじゃなかったでしょ最初っていう。アクションアドベンチャーでしたからね。そうなんですよ。でどっちかというとアドベンチャー乗りの世界観だったりとかシナリオだったり、そっちがやっぱりグラスホッパーらしい須田さんのシナリオでこうパンチの効いたところでっていう、そこはすごい気に入ってたんで、なんでアクションそんな濃くするんだろうなみたいなのが最初のミーティングでしたもんね。契約して家と契約して三上さんも参加した最初のテレビ会議で「なんで銃持たせないんだ」って突然言ってきて「そうはあ?」と思いましたよ。なんで銃持たないとと思ってですね。だって暗闇の企画って松明しか持ってないですよね。ほんで敵出たら馬乗りパンチとかしてましたもんね。でもうすぐもうブチ切れてこいつじゃないのってだから多分そのマーケティングだと思うんですよね。やっぱり銃を使ってるゲームがやっぱ売れやすいからできたらマーケ的には銃を入れてほしいってで、僕らそういう出発点じゃなかったからシリーズの中でそのお客さんがついてそのマーケティングがいろんなお客さんの声を聞いてそれをうまく反映させていくっていうところで助言してくれるのはありがたいんですけど、急に出てきてなんで銃持ってないのっていやだからねその話をして、まあ、三上さんも僕も説明をしたわけですよ。もともと違うでしょ企画が。そしたらウエスタンマーケット分かってないってそれだ言いましたよね。何回も聞いた。そうこのウエスタンマーケットウエスタンマーケットっていうそう銃を入れとけって言われて結局じゃあ入れとくってなって何パターンかあったんですよね最初にこういう銃入れとこうってそれについてもちょっと最初ポーラの銃があったんですよ。まあ、銃構えるとテレビがカチャッと出てきてでポーラが実は女の子なんですよね。小さな女の子でこの子が出てきて
喋るんですよ、ぐちゃ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 で、打ったり外れると怒って、で当たるとゲラゲラ笑うっていうのを三上さんに説明したらすっげえ受けてくれて、そうなんですよ。めちゃくちゃ面白いじゃないですかって言って。ポーラがその第2項のシナリオの2番目のやつだと、最初ちっちゃい幼女なんですよね。そうですね、はい。それがステージをどんどんクリアしていくために急成長して最後大人になるんですよ。そうですそうです。そこら辺のストーリーとか設定がめちゃくちゃ好きで、これ一個の柱っていうか売りになると思って、これいいねとって思ってたら、若いプロデューサーの人が「俺たちはこんなちっちゃいガキに支持されるのが大嫌いなんだ」って言って「俺この設定だけで買わないからこのゲーム」って言って無理やり削除されて絶対許さないとかみたいな。もう結構ある程度作ってたんですよね。作ってた。でスコープもちゃんと出て、でスコープの周りにウサギがくるくるくるって走るんですよ、ポーラの意思なので、このウサギは何だって、なんでウサギが回ってるんだって言われて、それ僕も言いました。今それは僕も言った。言いましたっけ。今までに本当に全くないタイプの暗闇ってゲームだったんですよ。だから僕そこはすごい気に入ってて、これ須田さんちく絶対作れへんなっていう、須田さんプラスグラスホッパーっていうちょっとね狂った感じの。ただそのパンクの部分はやっぱグラフィックとノリとかダムノリ濃く残ってて、逆に言ったら意図的に作り変えにくいそのグラスホッパーらしさでもあるじゃないですか。あそこは残ってるんで、そこは好きですけどね。うまくそこはマッチしましたよね。そうです、そこのノリはすごい良かったですよ。だから別にどっちが悪いとは思いませんけど、今となったらそうですね。そう、まあ間違ったことは言ってないけどウエスタン怖いなみたいな。じゃあちょっとまだまだ話は尽きなさそうですが、次行ってみましょう。当時の開発を知るスタッフにもお越しいただいて、誰だ。現場での生の声を聞かせてもらえればと思います。ということで、当時の開発、そして今回のリマスター版にも関わったグラスホッパーの市木さんとノーマルさんにお越しいただきました。どうぞ。Shadows of the Damned. It's been a hell of a ride. My name is Massimo Guarini. I am the director of the original Shadows of the Damned, released some 14 years ago. Directing the game and working closely with Suda51 and Shinji Mikami has been sort of my personal road movie. Now that I think of it, I would have loved to have a personal Johnson by my side as well. Shadows is a love letter to classic American horror and grotesque Japanese storytelling. Think Resident Evil 4 meets Army of Darkness, packed in a surreal romantic comedy road movie structure. The game overall tone is definitely drawn inspiration from Sam Raimi's dark humor. Garcia is a badass demon hunter, but you don't have to take him too seriously. The exaggerated amount of violence and sexuality certainly makes for a very grotesque vision of the underworld. A place where laughing, lust, and disgust beautifully coexist. Sounds very much like the very nature of Garcia and Paula's relationship after all. Although time and budget constraints didn't allow us to pursue the original vision of the game, this project and the way it came to be still holds a very special place in my heart. After Shadows, I have created and directed emotional titles such as Murasaki Baby featuring Akira Yamaoka and Last Day of June featuring Steven Wilson. Playing Shadows again with wife and kids makes me feel like I'm going back to my roots. I see myself directing a new psychological horror game sometime soon. My name is Massimo fucking Guarini, Slayer of Demons and director of psychological horror games. Sounds better, doesn't it? はい、オリジナル版では、主にゲームデザイン、ボスバトルマリオを中心に担当しました。そして今回のリマスター版では、プロジェクトマネジメントとして作品に関わっています。グラスホッパーの市木と申します。よろしくお願いします。当時オリジナル版では、アート周り、コンセプトアートとかいろいろやっておりました。今回はキービジュアルと新しい衣装のデザインを、やらせていただきました。ノーマルです。よろしくお願いいたします。ということで、当時の現場を知る2人にお越しいただいたんですけど、思い出のエピソードとか何かありますでしょうか。15年前だから今年46の年ですよね。じゃあその30とか。大きくなったね。
僕その思い出深いのがやっぱりアンリアルエンジン3なんですよ。多分当時国内でもアンリアルエンジン3でやってた会社ってあんまりなくて、かなりグラスホッパーが先行した形で。そう当時撤退してたからね、逆にそうでしたよね。スタジオがそうでしたよね。撤退してる時期でうちが導入したっていう感じなので、それまではずっとこうグラスホッパーの社内エンジン、はいはい、社内内製エンジンで作ってたのが、新しくこうレベルデザインって概念が入ってきたり、もうスタッフの役割とかもどんどん変わってって、最初それに慣れるのにちょっと時間かかったりとか、プログラマーもちょっと今までとやってる作業が違うぞみたいな、変革期をすごい覚えてますね。正直アンリアルエンジンどうでした？デザイナーはもう絶賛の嵐で、もう作りやすいし、一回こうコンバートとかしなくても反映が見れるし、でもプログラマーはなんか渋々一日中調べ物をしているだよねみたいな形でしたね。今でこそ普通でもうどんどん行き渡ってますけど、当時はいやもう自社エンジンでやった方がいいんじゃないかとか、そういうのの戸惑いはあったね。ありましたね。サウンドエンジンのテロがあったじゃん。確かにサウンドプログラマーさん一回変わったりしましたよね。そうパッといなくなっちゃったって。いなくなってしばらくしたらその彼が作ったエンジンが使えなくなったんですよ。はいはい。次元装置が入ってて、そこまであったんですか？そんなに知らないそうだからそれだから全部買うの。いやもうすごい大騒ぎになったので、結局また作り直しになったような気がしますね。当時やっぱりスタッフが急に集まってきてですね、はいはい、外国人も多かったですし、そうですね、あの当時めちゃくちゃ人数増えたのと、海外の人たちも急に増えて増えました。25人ぐらいいたよね。30人近くいました、ね。国籍数えたんですよ。18カ国いました。18国籍。当時サッカーのヨーロッパ選手権があったんですよ。はいはい。で国が出るじゃないですか、はい、全国にあったんですよ、はい、すげえなと思って全部の国いるじゃん。当時はそのコミュニケーションのトラブルだったりとかそういうのってありました？めちゃくちゃあったよ。だからそれこそやっぱりアンリアルがほとんど本社の方のエピックの対応だったんですよ、サポートが、英語ベースなんですよね、やっぱり海外スタッフは強いんですけども、さっき市君が言いましたけど、日本人スタッフのプログラマーとかがちょっと置いてかれたりとか。でもなんかこう多国籍な雰囲気は、僕はすごいなんか面白い面もあったなと思ってて、一瞬面白かったよね、やっぱりね。外国人スタッフって結構こう定時でスパッと帰るそうね、スタッフも多くて、でもだからといってなんかこう仕事をしないわけじゃなくて集中力すっごいんですよね。それを、うちらも結構学んで、もう時間内でしっかりとこう話し合って解決していこうみたいな、そういう空気もありましたね。ガルシア、最初さっきお話ありましたけど、暗闇から結構パターン書きましたよね。そうだね、遍歴が、ね、ありますね。三上さん覚えてます？僕はね、スーツのやつと最後のやつぐらいしか覚えてない。緑のスーツのやつ。そうそう、緑のスーツは覚えてる。長かったですよね。そうそう、ギラギラした。月姫ランコにちょっと仮面出演してるアルフレッド。あ、そうですね。あ、そう。格好ですね。緑記憶に残ってるのは僕がプラチナさんでバンキショ開発してる時、須田さんがメール飛んできて、このデザインどう思いますかってポンって言って、多分主人公変えるんだろうなと思って、いやもうアニメーションもついてるのに、今更変えんのみたいな電話すぐかけて、なんか敵ボスのキャラクターのデザインが上がってきたんですけどって言って嘘吹いて「美香さんそれは違うんですよ」って「どう違うんですか？あ、ボスじゃなくて中ボスですか？」みたいな絶対主人公にさせてくれないやっぱそうなんですよ。確かそこがフィックスしたんじゃないですか。そうですね。あの時のノーマル君がどう思ったかなんですよね。そう、それを聞きたい。しんどかったです。当時本当いっぱいいっぱいでやってるから、そっかどんどん帰ろっつってなるのはやっぱ結構毎回来るんですよ。そっか、来てたんだね。一回三上さんに、三上さん当時多分2週ごとぐらい来ていただいてて、この間に作ってたやつ見せたんですよ。これだけって言われてで僕当時プロジェクト多分2個掛け持ちでこれだけやってるわけじゃないんですよって
切れたの？関西切れたの？今考えると信じられないです。それはね覚えてないんだけど、これはいろんな人に何回か言われたことあるんで。From the creators of Pistol Yakuza, Pistol Yakuza Strikes Back, and Pistol Yakuza 3, Disfellowshipped. No! This month, I'm officially on holidays. Or that's what he thought. Oh my god, I'm sorry. I think I know you. I think I know you too. Your tattoos, they're gone. I didn't like him anymore. Next century, This is the last time that this shit happens to me ever again. blood will be shed. With a fucking pencil. Pistol Yakuza 4, Holy Days. 楽しい思い出話は尽きそうにないですが、実は一木さんから、追加のタレコミ情報がありまして、当時の、議事録が見つかったんですよ。そこにいろいろとちょっと気になる情報がありますので、この場を借りて、聞いてみようと思っております。では早速、一つ目の議事録メモをお願いします。覚えてます。本当ですか？宇宙戦艦ヤマトのアニメの松本零士さんの、あれの DVD ボックスを買って見たんだ。で子供の頃見てるじゃないですか、小学校ぐらいの時に。でほぼ忘れてるじゃないですか。忘れてます。それをボックス買ったきっかけに全部見たんですよ。テレビシリーズですか？テレビシリーズ。それで最後の方にガミラス邸のそのパーティーがで、ガミラス総統がこんな椅子に座ってワインこうやってみんながうわーっと何百人か大騒ぎしてるって、わー盛り上がってるっていう時に副官みたいなやつが相当ご冗談がお好きなようでって言った途端にここにボタンピッて出てきてピチッと押したらそいつの床がなくなって下に落ちて死ぬんですよ。僕もダジャレをその時すごく言ってたんで。多分ガミラ進んだら俺もすぐ落とされるっていう。レスラーに殺される。レスラーに。では次行きましょう。お願いします。これはつかめでしょうか。覚えてはないけど言いそうやんな。これはそうですよ。当時三上さんも僕も小島よしお大好きで、ちょうどもうブームもあったじゃないですか。こういうとこまで議事録取ってんだ。本当ですね。怖っ。では次へお願いします。マッパーって何？マッパーってマップデザインのことじゃないですか。三上さん言ってそうだな。マッパーをラッパーにかけてます絶対。目指しますよ。言わないと思うけど、これ言うかこれ。いやいやノリで会議の時の多分本当か。僕も議事録係で何回か出たことあるんですけど、そのアイドリングがすごいんですよね。すいません。ロングミーティングで3時間4時間とかやる中で2時間ぐらい。小島よしおの当時多分刺さってたのは小島よしお。これ書くべきかでも議事が真っ白なんですよね。そういう議事録は取らなくていいと思います。はい。では次へお願いします。自分結構ネタを出す時にまんまじゃないですかっていうのはちょくちょく言われるじゃないですか。知ってる人で「俺知らんかったなそれ」みたいな。だからたまたまかぶったりするじゃないですか。ありますね。それをまんまじゃないですかってスタッフに結構言われることはあるんで「え何それ?」みたいな。サイコブレイクの前の企画の時も確かね惑星にこう飛んだ話で、人類が未来の話で人間がその、
要はウイルスによって大きな変化遂げてて、巨人族が出てきて人間食べるんだよって言って、そう進撃の巨人じゃないですかそんな漫画あるのってもう何巻か出てますよって言ってもうその日に本屋行って買って、いやもうネタやめよもうそれこそまんまじゃないですか。う、まんまじゃ大体まんまじゃないですかっていうこと多いんですよね。では次行きましょう。お願いします。これ誰の発言ですか？これ覚えてないですか？覚えてない。めっちゃ言ってましたよ。誰が？そうあ、僕が言ってたの？全然覚えてない。基本全部ジョジョに出てくるやつにしてねっつってめっちゃそうなってないの？アニメーターの人に全然ジョジョと違いますよね。覚えてない。僕は多分ここから十何年後にジョジョ立ちをちょっと練習して、ジョジョがすごい好きなスタッフの前でこうやってやったらバカにしてるんですかジョジョ好きをなめんなったらちょっとかじったとこですごいシュンとした。いや、いい話ですね。さてこの度の、ホッパーズダイレクトシャドウ・オブ・ザ・ダムドヘラリマスタードスペシャル、そろそろ終わりの時間となってまいりました。あっという間でしたね。はい、では最後に一人ずつ、楽しみにしているファンの方々にメッセージをいただければと思います。そうですね、時代を経て、やっぱり面白いところあるんでパンクホラーをぜひ楽しんでください。今リマスター版、大詰めで頑張っております。今回ですねスチーム版でキーボードマウスでもこう操作ができるんで、なんかこうシューターとか好きな人もぜひ遊んでみてください。はい、ちょっと今の感覚ではちょっと楽しめないような不思議な感覚の部分が味わってもらえるかと思うんで、ぜひ楽しんでください。よろしくお願いします。シャドウ・オブ・ザ・ダムドヘラリマスターという形でダムドがついに帰ってくるんですね。でもともともちろんこれは十何年前のタイトルなんですけども、当時 XBOX360 プレイステーション3で発売してで、しばらく遊べる時期がなかったんですね。本当このリマスターに関して言うと結構前から実現したかったんですけども、なかなか EA の方でオリジンというプラットフォームがあったので、これ以外で実現することは難しかったんですが、そのオリジンが解除されたことによって EA の方も今回協力してくれてですね、オールプラットフォームで発売することができました。なかなか存在しないゲームだと思います。ぜひ三上さんと一緒に旅をした思い出が詰まったこのシャドウ・オブ・ザ・ダムのヘラリマスター、ぜひご期待ください。ありがとうございます。三上さん、須田さん、今後の活動について他に何か告知したいこととかってありますでしょうか？ゲーム作りはできるだけ現場に近い位置でちゃんとやっていきたいなっていう、思いが非常にやっぱり強いなっていうことと、須田さんにはキラー7の続編かなんか作ってほしいなってずっと思いますね。はい。ひょっとしたらいつかキラー7の続編、もしくは完全版が抜け出すかもしれませんね。いや、須田さんが作りたいんであればってまずって、そこが一番大事ですよ。僕まず完全版を先にやりたいですね。完全版からの、キラー11。キラー 11？ キラー7なんちゃらだと思うんですけど、キラー7ビヨンドじゃそうですね。完全版か。微妙だな。微妙ですか。今の製品だとコヨーテとか全然喋んないですけど、もともとのシナリオはめちゃくちゃ喋ったりとか、シナリオあったんですよね。そうありましたね。ファンの人は喜ぶだろうね、それ、完全版はね。そっちの方がバランスいいのかもしれないね。ですかね。ビヨンド先なのか完全版先なのかですよね。僕は個人的にはすごい好きな作品ですよ。ありがとうございます。で最後に須田さんお願いいたします。そうですね。我々のグラスホッパーマニアクチャーゲームを作ってます。ちょっとだけ皆さんに情報をお伝えしますと、言っちゃっていいのかな。アクションゲームを作ってます。はい。ストーリーもありますね。そういうゲームを作ってますんで、皆さんもうちょっとお待ちください。ひょっとしたら今年何か発表できるかもしれませんので、はい。乞うご期待でよろしくお願いします。
それでは、本日はこの辺りで終わりたいと思います。ご出演していただいた皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、地獄でまたお会いしましょう。最後英語で、ジェームス英語で。地獄でお会いしましょう。最後英語で書いてくんない？それ決まったセリフってありましたっけ？もう10でいい、10でいい。ない。 See you in